エアリスなんて弱々しくて見てらんねえぜ。原作と同じく花でも売ってろや。家なしララチャンネル。おはいえなし。マジック・ザ・ギャザリング開発元であるウィザーズ・オブ・ザ・コースト様からマジッククリエイターサミット2025にご招待いただき、6月3日一足先にマジック FF コラボを体験させていただきました。この動画はイベントの参加レポートを通じ FF 界隈のマジック知らない方、マジック面白いよ、ぜひ始めてみようと言いたい動画ではなく、ウィザーズさんマジでありがとう、面白かっただけの動画です。いや、分かってます。本来は前者のような動画制作を暗黙的に期待されてることぐらいは。ただ申し訳ないんですが、その義務感以上にありがとう、面白かったをぶちまけたい気持ちが勝ったので、そのトーンでダラダラ喋ります。動画は全3パート。1点目、私と FF マジックの関係について自分語りします。それぞれとの接点を聞くことで、なぜこんな私がヒートアップしているのか察していただけるかなと思います。2点目、当日のイベントの様子やそこで誰とどんな話をしたのかをお伝えします。基本的に小学生の感想文みたいになっていますが、マジック未プレイの方を意識して、なぜマジック FF が FF 勢として面白いと感じたのかという部分は言語化できるように頑張っているのと、このセクションではどうしても小難しい話になってしまうマジックのゲームそのものについてはほとんど触れないようにしています。最後3点目、とはいえ私もマジック経験者枠で来てるので、やっぱマジックのゲームに対しても語りたいというわけで、実際にシールド戦をやった時のデッキ構築を簡単に振り返ります。この3点目については完全に初心者置いてけぼりの内容です。置いてけぼりついでに経験者向けに話すと、レジェンド中州さんに私のシールドのデッキを添削していただきましたので、経験者の方でも有益な内容かと思います。それではいつも以上に前置き長くなりましたが、本編どうぞ。FF の方から、今でこそファイナルファンタジー 14YouTuber の印象強めかもですが、14にハマって YouTube やりだしたのも直近3年ぐらいの話で、それ以前から私は小さい頃から FF シリーズが大好き。外伝も含めほぼ前作プレイ済み、プロアマ問わずオケコンなどのリアルイベントにも大体顔出してます。まあ今14中心に YouTube やってるのが何よりの証拠で、これ以上言葉で FF に対しての熱量語りはいらんと思うので、このぐらいにしておきます。一方マジックはというと、足掛けながら付き合ってる期間は長く、一番古くまで遡ると土地にも色がついていると思い込んでいた仲間内で、洗い流しを先に打った人が勝ちというクソをやっていました。そこから復帰しては離れを繰り返し、最もやり込んだのはタルキール・ハオータンあたり、アブザン・アグロやマルドゥ機体、ティムール・エネルギーあたりを MO でこすり、 GP 千葉にも出てフィンケル考案の過ぎ去った季節コントロールの前に2日目進出バブルで散ったのが一番マジックやってた頃の思い出です。それ以来新セットが出るたび、たまに友達同士でドラフト1回やって、あと EDH やってますが、最近は特にマジックご無沙汰。ただ別に自分がやるわけでもないけど、他人のドラフト点数表を見て雰囲気だけ楽しんだりはしていました。何が言いたいかというと、私は FF もマジックも大好きだったんですということです。というわけで本件ウィザーズ様からお誘いいただいた時は舞い上がるとともに、マジック解説動画作ってよかった、登録者増やしといてよかったというのも正直な思いでした。好きなものは好きとちゃんと言う、新しい機会を引き入れるためにも大きくなることもちゃんと意識する、これら再認識したので次回込めて共有します。ウィザーズありがとう。会場は都内某所。去年の同イベントの写真が X に載ってたのでサイズ感は高く食ってたんですが、今回は招待者を増やしたらしく、会場も広くなっていてびっくりしました。入り口ではチョコボとエメトセルクがお出迎え、かわいい、家なしららと、ハリマンボン、ハリマンボン、なんでそんな斜めから撮ったんだって感じですが、歴代 FF シリーズから1枚ピックされて壁にでっかく展示されています。こちらでは各シリーズ作品のあらすじが文章で説明されています。増産決まれど現時点では依然入手困難なレアアイテムが飾られています。2025年6月3日、ハッシュタグ MTG クリサミ、クラウドとセフィロスが決めています。お土産はこちらで、プレイブースター6パック、コレクターブースター1パック、スリーブ1パック、水、カバン。スリーブの組み合わせがトリッキーすぎて二度見しました。人によってスリーブの絵柄は違うようでした。にしてもシールド用のプレイブースターでも十分嬉しいのに、コレクターブースターは超絶太っ腹すぎる。開けて我慢します。パック開ける前のお預け食らってる瞬間がマジックは面白いですよね。オープニングムービーが流れます。かっこいい。主催者挨拶中、ファイナルファンタジー5のメインテーマが流れます。選曲神すぎる。でもワンループ短いのですごいループしてました。会場内は経験者テーブルと初心者テーブルに分けられており、私は経験者で招待されているためそちらに着席しています。後ほどウィザーズスタッフさんから仲いい人たちで固めるようにしたとアナウンスがありましたが、その言葉に反して私はテーブルに知り合いが一人もおらず、ただ私以外はお互い知り合いという残
残酷な構図でしたが、皆さん私に対してもとてもフレンドリーに接してくださいました。紙のカードをしばく人はみんな優しい。同卓の方にこのカードすごい重要そうですけどやっぱ重要キャラなんですかと言われながら見せられたのがハイデリン。とんでもなく重要ですと返すしかありませんでした。あとジャボテンダーについてガセネタを吹き込んでしまいました。初心者席では WPN ストアであるハレルヤのティーチングスタッフによる初心者講習があったらしいですが、そっちの話はそっちの参加者に任せるとして、私が座った経験者席では配布されたプレイブースター6パックを用いたシールドという形式での対戦が行われました。このテーブル内の人と戦ってもいいし、自由に席立って戦っても OK って感じでした。また別テーブルでは統率車線もプレイできるということで、こちら後ほど参加することに。色物企画としてはシド神経衰弱。今回独創的な革新者シドというカードがイラスト違いで15種類収録されています。歴代2から16までのシドですね。これを使ってちょっとルール改変した神経衰弱を一人でやりタイムを競うというものです。15枚のシド、ガチすぎるタイマー機器、可愛いチョコボが並ぶ姿はちょっとシュールで面白かったです。というわけでデッキ構築開始。マジックの中でも最も楽しい瞬間の一つであるパック開封の時間です。私が開封した全カードは次のセクションで載せてますので、ここではレアだけに絞ります。ファイナルファンタジー×マジックコラボで最初にお迎えするレアはそう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 あらら。ファイナルファンタジー 14YouTuber にふさわしいレアじゃないか。ガハハ。強いかはわかんないけど、どんどんいくぞ。てー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 てれれれーてて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 。あら、私ブチ切れますわよ。ニンニンバルフレア。これは自分で金出してるわけでもない招待イベントでこんなこと言うのは無粋ですが、シールドで戦うという観点においてはもしかしてパック弱いかも。そこは1から10まで全部知ってるカードが次々と出てくるのマジ楽しいを先に口にすべきだと思いますし、事実それはめちゃくちゃ感じてるんですが、やるからにはやっぱいいデッキ組んで勝ちたいというプレイヤー魂が震えたのか、デッキビルドの怪しい船出を予感するレアたちに思わず口を滑らせました。ただ普段ならあまり意識しない基本地形やトークン、イラストコレクションすら愛らしくてたまらない。これは間違いない。ライトニングさん非化線いいな、15の平地もいい、タタルさんかわいい。もう我慢できねえ。景気づけだ。コレクターブースターも開けちゃえ。気持ちいい。正直コレブは高いよと思っちゃってた派なんですが、パック向いて出てきたカードのレアリティがいちいち高かったり、いちいちキラキラしていてキラキラに取りつかれてしまいました。どうよ、コレブも悪くないだろうとウィザーズから囁かれてるみたいで、よだれ垂らしてうなずくしかありませんでしたが、コレブを開けたところで別にそのカードをシールド戦で使っていいわけじゃないので、現実に戻りいろいろ悩んで結局黒緑のデッキを編成。7でも14でも猛威を振るったダイヤウェポンでワンチャン勝ちに行くぞっていうデッキです。早速テーブルで同卓した方と戦い音速で2敗しましたが、それでもお互い出すカードに対して強えだ、やべえだ、グアーだ言い合うのはやっぱめっちゃ楽しい。先日の動画でもご紹介したアリーナが今は発達していますが、感情表現ダイレクトにぶつけられる楽しさは紙でプレイするマジックならではです。また私はカードの効果を誤認していて、マジック知らない方は言ってもわからんかもですが、全ての戦闘ダメージを軽減する能力を持つダイヤウェポンが対戦相手のクリーチャーが持つ摂氏能力で死ぬと思い込んでいたところ、対戦相手の方がわざわざ摂氏では死なないことを指摘してくれました。マジックコミュニティあったけ。気がついたらテーブル挟んで隣にクイズノックの菅井さんがいらっしゃいました。私はクイズノックの動画を多分全部見てるぐらいファンですし、鶴崎さんがマジックプレイヤーなのは存じていましたが、菅井さんもやられてるとは思わず、有名な方もマジックやられてるんですね。私からお声掛けし、クイズノックの制作活動についてお話伺いつつも一戦交えました。ちなみに菅井さんはもともと14もやられていたみたいです。マジックから脱線して恐縮ですが、非化線コミュニティの広大さも再認識。さてバトルはというと、なんか途中まで私が優勢だった気がするんですけど、菅井さんの場にサイファーとエアリスが出てきてから流れが一変。ナイスガイの菅井のエアリスが手近にあった竜騎士の槍を握りしめ、サイファーの助けを得て二段攻撃を得て私に殴りかかってきて、私はエアリスに殺害されました。お前は殺害される側だろうが。
原作のエアリスはそんなムキムキになってジャンプして殴んねえぞ、原作を軽視したムーブを取るなと見苦しい捨て台詞を吐いたところ、菅井さんからこれは何者にでもなれる14をオマージュした動きだとあまりにも100点すぎるカウンターを食らい、試合人間性能両面での完敗を悟りました。菅井さんに分からされ現状0勝3敗。普段友達とリミテやるときなら携帯いじって夕飯探し始める戦績ですが、今回はそんな戦績だろうがとにかく楽しい。なぜなら自分の手札にあるカードも相手の手札にあるカードも全部 FF のカードだから楽しい、幸せ、別にこのデッキで構わない、もっとやらせろ。対戦相手を待つスペースで待機していると、じゃあやろうかなと名乗り出てくださったのはこの方、中州さんだ。FF 界隈ではご存知でない方もいるかもですが、マジック界隈では伝説のプロプレイヤーです。中州さんのリミテ解説ノートに私も過去いっぱい500円投げてきました。本来私から声かけるべき方なのに恐縮。そういう気さくな対応を取ってくださるプロプレイヤーがいるぐらいマジックコミュニティは温かいということですね。ちなみに中州さんの知人で14めっちゃやってる方がいるらしく、攻略系もすごい漁ってるとのこと。こうも連続すると14とマジックってやっぱプレイヤー層近いのかな。その方が私のアンチでないことを祈りますとお伝えしました。肝心の試合は2ターン目のアシエンに土地を3枚ぐらいドローされるなどし圧敗。ただもうそんなことはどうでもよくてデッキ添削してくださいと厚顔無知のお願いをして快く対応いただきました。めっちゃお時間割いていただきありがとうございました。私は厚顔無知なのでこういう時押している方を見るとアタックしに行ってしまいます。続いて対戦いただいたのはおもころの永田さんです。 YouTube メディア化の前からおもころはずっと拝見していて、永田さんの顔写真だけで笑ってしまう人も多いかと思いますが、私もその一人です。永田さんはおもころチャンネルでもマジックの面白さをプレゼンされており、公式のイベントにも出演されていたのでマジックプレイヤーであることは存じていたのですが、話聞くとアリーナでもリミテでミシックまで行かれてるそうです。ガチすぎる。さっきから死ぬほど同じこと言ってますが、マジックコミュニティ広いし深いな。こんなところで推していた方と喋れるとはな。肌綺麗だな。試合の方ですが永田さんが赤ミドだったので戦闘ダメージを軽減するこっちのダイヤエポンしんどいだろう、ざまあ見ろと思っていたら、永田の赤魔術師がチョコボキックしてきて私のダイヤエポンを粉砕し、そのまま引き殺されました。ここまでに起きた原作蹂躙ムーブ、つまりナイスガイエアリスによるジャンプ殴り、永田赤魔術師のチョコボキック、これらを他のプレイヤーさんに冗談交じりに愚痴っていたんですが、それこそがコラボの魅力ですよねと言われてハッとしました。会場でもジャボテンダーがワッカの力を得て相手を一撃で刺し殺すとか、今更チャット GTP でもそんな出力しねえだろみたいなインチキ臭い会話が飛び交うのですが、原作を知っているとこれがいちいち面白い。キャラクターのフレーバーがメカニクスにきちんと落とし込まれているその完成度だけではなく、それらが偶発的に相互作用して生まれる混沌感も FF を知る人ならではの楽しみポイントってことなんだろうなと思いました。無事0勝5敗を決めたところで、お次は統率車線体験スペースへ。ティナ、クラウド、ティーダ、ヤシュトラ全種類用意されていて、声でかい人が好きな統率車を選んで良いとのこと。ファイナルファンタジー 14YouTuber アピをしてヤシュトラを触らせてもらうことにしました。ただうちのヤシュトラは土地が詰まり、すごくおしとやかなヤシュトラになってしまい、せっかく出した太陽の指輪もユフィに盗まれるという、あれここウータイだったっけみたいな状況にエンカウント。ありえない、許されるわけがないという表情を思わず私が浮かべてしまっていたのか、ユフィの使用者がカード効果を読み上げてくださったんですが、声優の方だったからかカード効果読み上げの聞き心地がやたらよく、もうユフィの効果どうでもいいです、太陽の指輪あげますって気持ちになりました。最終的にはティーダデッキに入っている化け物がエボンの教えに目覚めて機械を全部破壊するという強行に出て、なんかぐじゃぐじゃしたところで時間切れとなりました。いやーやっぱり面白い。さっきと同じ理屈ですね。うちのヤシュトラおとなしすぎるだろう。うちのエスティニアン全然ジャンプしねえじゃねえか。原作知ってるとそこに沿った行動されても外れた行動されても面白いんですよね。1デッキ100枚、土地以外全部違うカードだからプレイするたびに体験変わるし、使う統率者回し合いっこしようものならまたそれはそれで楽しいし、これは統率車線マジ沼るわと感じました。依然として購入が最大のハードルの状況ではありますが、先日の動画でおすすめした通り仲間内での統率車線は特に面白いと思うので、ぜひ。戦闘はそんなところでした。続いて戦いこそしませんでしたが会話させていただいた方をご紹介。まずは大将スクエアニックスのプロデューサー市川翔一さんです。神市川さんはファイナルファンタジー7エバークライシスのプロデューサーなどを担当されていますが、今回のマジック FF コラボにおけるスクエニ側のプロデューサーも務めています。一般的にカードゲーマーって大体カードさばきから手だれ感が伝わるものですが、市川さんのカードさばきはグランプリの上位層がやるそれでしかなく、詳細なエキスパンション失念しましたが事実めっちゃ前からプレイされていました。まあいい神
今回のコラボ企画とその完成度に最大限の感謝をさせていただき、腰に手回してツーショット撮らせていただきました。今回の経験はどれも嬉しいことばかりでしたが、無粋ながらどれが一番かと言われれば、この素晴らしいコラボを最強の完成度で世に送り出してくださった立役者に直接感謝を伝える機会をいただいたことかもしれない。ウィザーズ市川さん双方に改めて感謝します。スクエニ側の大将をご紹介したところで、続いてはウィザーズ側インフルエンサーコミュニティマネージャーの西岡さん、私を選んでくださった方と言っても過言ではないでしょう。そんなん答えてくれるわけないと理解しつつ、アホの顔してなんで選んでくれたんですかと質問してみましたが、当然詳細は社内機密と交わされつつも、今回実験的にコラボ先のインフルエンサーも選んでくれたそうです。当然効果測定はすると。別に呼ぶ人が私じゃなくていいので、ウィザーズ側にて今後もコラボ先の人呼んだ方がいいなという判断になれば良いなと思いました。続いてはこの方、安岡翔太さんです。こちらも界隈では知らない人はいないマジックのプロプレイヤーです。私もプロツアー優勝の瞬間のヤソさんも、9割勝てるマジック講座というコンテンツでなぜか全然振るわないヤソさんも見ていて推していたので、今回きっとヤソさんいらっしゃるんだろうな、サイン用にシルムガルの調書を持っていこうかなと悩んで、まあ会話できんかと思い結局やめたんですが、まさかこんな普通に会話させてもらえるとは。ホビージャパンで TCG のゲームデザインも担われているヤソさんには、私が悩んでいたことをご相談しました。それはカードゲーム知らない層にカードゲームやってもらうためにはどういうアプローチを取っていけばいいのかということ。先日私も勢いのままマジック面白いよ、これを機にやってねという趣旨の動画を出し、一定の反響こそあったものの、これが最適かという手応えは全くなかったので聞いてみた次第です。ヤソさん曰く、カードゲーム知らない層にカードゲームの面白さを理解してもらうのは厳しい。それよりはクラウドがカード化されてるだとか、天の絵イラストだとか、そういうアプローチを取った方が良いのではというお話をいただきました。なお、ハレルヤマーケティング部動画グループマネージャートロピ大塚さんともお話しする機会があり、同様のご相談をしたのですが、やはり似たご助言をいただきました。めちゃくちゃ納得とともに反省。私自身がマジックのゲームメカニズムを好いているのもあって、先日出した動画もそっちに変調したと思うんですが、別にコレクターブースター買ってみ、値段お高めだけどキラッキラでレアリティ高いのザックザクやで、エメとセルクも光るかもね、こんぐらい押すだけでも良かったんだろうなと思った次第です。この動画自体マジック知らない層も見るかもなのに、そんな勧誘トリック的なこと言っていいのかと思ったんですが、私と同じように身近な人を引き込みたいあまり入れ込み気味の TCG プレイヤー結構いるんじゃないかなと思って、界隈の重鎮の助言を共有させてもらいました。みんなで注意して営業しましょう。他にもエンカウントした方はこの方、水上壮さん、元東大王のクイズプレイヤーですね。懇親会で普通に隣にいらしてびっくり。マジックは毎日2時間ぐらいやられるとのことです。お話伺う限り医者としてお忙しそうなのにバイタリティすげえ。今回の FF のコラボにおいても FF のキャラめちゃくちゃ調べたそうです。やっぱり知識欲すげえ。界隈でいろんな方がマジックやられてるんだな。最初から最後までずっとそれを実感していました。この他にも他のゲームで実況や解説としてご活躍されている方やウェブライターなどと情報交換というか、私が一方的に聞きまくった感じですけど、いずれにせよ有意義に過ごしました。なお懇親会のビュッフェは一瞬でなくなりました。以上です。この原稿自体はマジで思いつきベースで書き殴ってるんですが、一通り殴り散らかした後に改めて考えた時、私は FF を知るからこそいつものマジック以上にフレーバーを感じられて楽しい。いろんな界隈でご活躍されてる人とマジックというコミュニケーションツールで会話できるのが楽しい。この2点が私は面白かったのかもしれないと感じました。というわけで皆さん、マジックいかがでしょうか。紙のパック買ってみんなで開けて、何が出たカニが光ったとギャーギャーするだけでも楽しいです。で、ちょっとマジックのゲーム性についても興味が出てきたら、知らん人同士で知らんなりに紙しばくのもよし、カードショップ屋の初心者講習会に顔出してみるのもよし、オンラインでプレイできるマジックアリーナをやるもよし、その延長線上に自分が知ってる別界隈の人との接点が生まれるかもしれませんね。公式からアナウンスがあったので共有ですが、マジック FF はマジックアリーナにて6月11日実装、紙のカードの全国発売日は6月13日、そして6月27から29は幕張メッセにて大型イベントマジックスポットライトファイナルファンタジーが開催されます。競技イベントのほか当日受付のイベントも多数あるみたいで入場無料。さらにアリーナでは6月28日参加費無料優勝賞金50万円のオンライン大会マジック・ザ・ギャザリングジャパンオープン2025が開催されます。今年は今回からマジック始めた人を意識して一次予選の日程を増やしたり、大会にて使えるカードを主に直近分に絞った特殊フォーマットになっているとのこと。先日の動画でもお話ししましたが、マジックは引きにも左右されるゲームですから、今回始めた人が優勝なんてのもありえない話ではありません。何せただだし、ご興味ある方いらしたら軽率に参加してみてはいかがでしょうか。一個人として非常に嬉しい経験をさせていただきました。ウィザーズ様には感謝しています。長くマジックを楽しんだ身として、今後もマジックが盛り上がっていくために私が貢献できることがあればしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。宣伝です。リリース前の6月6日か8日に全カードを対象に
にリミテッド目線でプレビューする配信をします。今ファイナルファンタジー14でクレセントアイルという沼周回コンテンツが実装されているので、それをダラダラプレイしながらプレビューすることになるかと思います。ファイナルファンタジーシリーズもマジックも好きな私だからこそできる自己満足のオタク語りですので、よろしければチャンネル登録の上ぜひ覗きに来てください。また動画化するまでもない日常オタク語りは X で、対外的にはちょっと出しにくい裏話やチャンネル運営の振り返りをメンシブで行っていますので、ご興味があれば概要欄からそちらも登録よろしくお願いします。じゃあ次はおまけセクションです。プレインズウォーカー家なしによる初心者置いてきぼりのシールド感想戦です。まずは6パック開封した一覧を並べます。皆さんなら何色でどう組みますか？この後に私が組んだデッキと中州さんによる添削を紹介しますので、興味あればご自身で考えてみてください。結論から言うと私は黒緑で組みました。考え方としては、この環境レアリティ格差が大きいって話を聞いていたので、レアに注目した時ジェノバと忍者装備が強かったので、まあガリも使えるし、あと黒の古文の除去強いしということで黒確定。相方をジェノバのカラーである緑にするか、それ以外の色タッチ緑にするか考えましたが、赤白青が全然パッとしなかったのと、緑のダイヤエポン2枚が勝ち筋として有効かなと思ったので黒緑にしました。続いてタッチを検討しましたが、ワールドマップが3枚もありタッチには不便しなさそうだなと思いつつ、タッチするほどのカードねえなということで、しぶしぶ純正の黒緑に。とりあえず除去をありったけぶち込むのと、ダイヤウェポンを強く使うためになんとなくパーマネントカードを意識して、結果こうなりました。でここからが中州さんの添削。まず純正黒緑という選択肢は同意見でした。で結論から言うと、抜けたカードが今横になってるこの5枚で、代わりに入ったカードが左側の5枚。このデッキは墓地を肥やしてダイヤウェポンを叩きつけるデッキなので、それとは関係のないカードを抜きたいというのが基本的な考え方。また2マナでパワー1の生物に価値はないという持論をもとにヘクトアイズもアウト。冒険者の飛空艇は墓地肥やしに関わるのもあり普通に有用なのでイン。デブチョコボも思ったより場持ちが良くて強いのでイン。フェンリルもスペルカウントでイン。23枚目のカードとして弱いけど、まあフラッシュバックもあるしということでギサールの野菜。あとはシャントットの教養を入れて土地16枚か入れずに土地17枚かだが、土地17枚の方が良さそうということでこのようなデッキになりました。この後も私はひたすら負け続けたので説得力ないのですが、使っていてもデッキの完成度が大幅に上がった気がします。特にデブチョコボが事前のイメージと実際の評価に乖離が大きくてかなり強い。瞬間は5マナ66以上のスタッツで、ブロッカーとしては3ターンも機能するし、これぐらいのサイズ感になるとアタック2回いける時って大体相手死んでるので、召喚獣特有の消えちゃう品感が薄いです。おまけ程度についてる全体トランプルも押し込まれてる時は超鬱陶しい。あとは雑多なカードの所感ですが、黒魔同士の襲撃はやっぱり赤黒のカードでした。だいたいコモン装備品のトークンに当たっちゃうことが多くて、テンポ取ることぐらいにしかならず、強く使うには01トークン生かさないとなんですけど、黒緑はパーマネントカード参照系なので噛み合っていません。除去だからって入れちゃったけどミスったな。皆さんも参考にしてみてください。以上です。お次なし。